日本の嫌いなところはありますか？排除されたような気持ちに余裕がない感じがします。個性を発揮できないところです。 Hey guys, we are a team called Real Japan Interview. Today we will be interviewing Japanese people about what they dislike about Japan. We will bring you the real voice of Japan. Let's get started. 日本の嫌いなところはありますか？そうですね、一応日本人ではあるんですけど、周りと同じじゃないといけないっていう雰囲気がすごい嫌だなっていう感じる時があります。そういう嫌な思いをしたことがありますか？そうですね、すごい些細なことではあるんですけど、例えばクラス内で、意見を言おうってなった時に多数派、要はマジョリティがイエスって言ったら、そのマイノリティのノーがすごいなんか居心地悪い雰囲気になって排除されたような気持ちに勝手に感じてしまうところもあるし、そういう雰囲気を出す人も中にはいたので、自分一人一人の意見をちゃんと主張して、それが尊重されないっていうのが私はちょっと生きづらいなって思う時があります。細かいところ、いいところでもあるんですけど、お店とかでも手厚かったりなんかいいとは思うんですけど、よくて当たり前、なんでもパーフェクトで当たり前っていうのがおおらかさがない、余裕がない感じがします。日本人だからしかちょっとわからないんですけど、なんかニュースを最近見てて、なんか政治家の方とかがちょっと答えにくい質問になった時にはぐらかしちゃったりとか、記憶喪失になってしまうところとかがちょっとダメなところかなと思ってます。そうですね。日本人として遠慮しすぎるところ、あとは譲りの精神が強すぎるところがたまにってなりますね。何かそういうシチュエーションの具体例を教えてもらっていいですか？はい。昔は私東京に住んでて満員電車とかよく乗ってたんですけれども、自分がたまにうなだれている時に私より若い人に席を譲られたりすることがあって、そういう時は君が座っててもいいのになみたいな時はありました。満員電車ではなくても席が埋まっている時に、例えばマタニティマークをつけている方とか、お年を召した方に席を譲るということは自分自身も何回かありました。好きなところでもあるんですけれども、やりすぎちゃうところも嫌いですね。あとは、大阪でなんか最後の一つ残しちゃうやつ。あれも、なんか結構日本人らしくて、結局誰か食べればいいのに最後まで残っちゃうっていうのはなんか違うかなと思っています。今でも最後の大皿が端っこの方にちょっと残っちゃうとか、ああいうのは、って思います。そうですね。やっぱり自分の意見をなかなか言いづらいところは良くないなと思います。やっぱり日本の歴史とかを全然知らない天皇家がずっと続いている唯一の国なので、もうちょっと日本の歴史とか神様の国っていうところで、そういうものをね、知ってほしいなって、みんな知らないから大事にできてないんじゃないかなと思うので、もっと歴史を知ってほしいです。真面目すぎるところ、あと個性を発揮できないところです。そういった嫌なところを考えると、海外に住みたいなと思うことはありますか？今はないんですけど、前はやっぱありましたね。今はもはや人と違う意見を言って、それが仮に認められなかったりとか、ちょっとおかしくないって思われても、もう気にしない領域に割と来たのでもう別にいいかなっていう感じなんですけど、やっぱその中学生とか小学生とか、そこまでのメンタルがまだ鍛えられてない時にそういった環境下にいた時があったので、そういう時はなんかもっと自由にみんな生きればいいのにな、ちょっと日本行きづらいな、ちょっとアメリカとかいいなみたいな、簡単にそう思っちゃったことなんですけど、そういうふうに一時期思ってましたね。だけどやっぱりそこを差し引いても日本が好きです。日本にずっと住みたいと思いますか？そうですね。やっぱり水道の水がちゃって飲めるのと、トイレが綺麗なのがいいなって思います。衛生面が優れているということですかね。そう、衛生面も優れてるし、さっきの細かいところのいいところですけど、やっぱ時間がきっちりしてるっていうのも当たり前、私たちにとっては当たり前なところは、やっぱり予定を立てたり、約束をしたりする点において好きですね。それが嫌だから住みたいかっていうとまたちょっとわからないですけど、住める機会があるんだったら、一回住んでみたいなって思います。そうですね。自分としては日本も大好きなので、やはり永住というか住むなら日本かなと思っています。住むのはやっぱり最終的に日本がいいかなと思うんですけど、もう2、3ヶ月間ぐらいはいるのはいいと思いますけど、やっぱり日本の
まあ国民性も好きだし、やっぱ日本が好きなので、住むっていうのはないかな。何ヶ月間とかだったらありかなと思います。友人からも、あなたは日本じゃなくてアメリカとか欧米に生まれるべきだったねってよく言われます。私は意見を口にするタイプなので、でもそれは日本では好ましく思われないことが多いので、30代ぐらいまではもうすごくアメリカに移住することも考えてました。今まで旅行した国はありますか？はい、アメリカに5回行きました。初めて行ったのは19歳でロサンゼルスに行ったんですが、やっぱりその時からちょっと日本は行きづらいなっていうのを感じていたので、こう街の人たちのいい意味でのこのだるさというか、日本人みたいにカチッとしていない陽気な感じとか、あと街もすごく青い空があって、日本にはない開放的な感じっていうのがいつアメリカに行っても好きだなと思います。今後はいつかはアメリカに住んでみたいと思いますか？20代ぐらいまでは思ってたんですが、子供を持ってからはその安全面とかそういったことではやっぱり日本がすごく便利だなと思うので、今は正直全く移住は考えてないです。住むとしたらどの国がいいですか？そうですね、住むとしたらアメリカかスイスですね。なぜアメリカかっていうと、母が昔留学していて10年間ぐらいですかね住んでいたっていうのがあって、もちろんもう何十年前と今のアメリカも全然違うんですけど、行ったことない国よりかは身近な母から話を聞けるっていうのもありますし、あとそのスイスっていうのはそのスイスに友達がいて、前日本に住んでそこで出会って、もう今帰っちゃってるんですけど、そこにいるので、誰か一人知り合いがいるっていうのはもう全然違うから、助けてもらう気で行くわけではないですけど、やっぱ心強さが違うなっていうのでスイスとアメリカですね。どの国かな、治安が安全だっていうところが一番の条件になると思うんですね。なんか危険なとことか私察知できないので、なんかあったら多分すぐ殺されてしまうと思うんですね。安全っていうところが条件としたら、なんかあったかいのんびり穏やかに過ごせそうな島とかが行ってみたいです。住んでみたい国ですか？個人的にはアメリカのハワイとか、あっちの島国の方に、日本は島国なんですけれども、もっと南の方の島国に住んでみたいかなと思っています。リゾートを求めてるっていうことですか？そうです。美しい景色と、あとは若干観光地っぽいところもあるので、現地の人の交流だとか、あとは観光に来た人の交流などもちょっと楽しみかなと思ってます。実は、行きたいなとは思ってリサーチはしてるんですけれども、あまり詳しくはないです。これからもっと調べていきたいです。もし日本以外で行くとしたら、シンガポールが、やっぱりすごく日本人も多いですし、起業してる人にとっては税金がちょっとかかりづらいっていうのも実際あって、何人かその起業してる人友達がシンガポールにいて、結構自分のことをすごく発信していく人たちが多いので、そういう人たちと一緒に交流できるところはいいのかなと思ってて、シンガポールはいいかなと感じてます。難しいな。でも、住むならか。好きなところで言うとハワイは好きだから、住めるなら、ちょっと一時住んでもいいなって思います。じゃあ日本の好きなところを教えてもらっていいですか？子供ができてからはやっぱりその安全、海外だと一人で夜歩けないとかそういったこともあるので、その分親の手がかかってしまうっていうところは感じるので、安全なところ、あとは街が綺麗なところですね。